34を初めて見た時に、うんもう衝撃を受けまして、はい。もうそこからもう34一筋ですね。34が出たの何歳ぐらいですか？多分僕が34歳ぐらいだと思うんですよね。おお、そうなんですね。気づいたらもう車のビデオばっか見てましたね。ジブリとかディズニーとかじゃなくって。そうですね。ゲームも車で34ばっか使ってました。スポーツ&ウィルス TV ご案内役の司です。今日のゲストはこちらの方。お名前は？シルビアです。年齢は？30歳です。お住まいは？山梨です。お仕事は？自動車整備士です。家族構成は？妻と2人暮らしです。はい。そしてこちら車何でしょうか？平成12年式スカイライン GTR です。今日はシルビアさんのスカイライン GTR34 ですねとお届けします。お楽しみに。お願いします。愛車遍歴教えてください。はい、この車が初めての愛車になります。これが初めて。はい、何歳の時買ったんですか？22歳ですかね。当時価格は600万です。600万。はい。今ちなみにどれぐらい相場1500ぐらいですかね。そうなんですね。はい。22歳で600万どうやって買ったんですか？フルローンで買いました。フルローンで買ったどんなとこ気に入ってますか？形と音、あと見た目ですね。特徴ってどんなとこですかね？街中走ってるといろんな人に見られたりして、あとはい高速道路走ってると前の車がみんな避けていきます。いいですねここはちょっと見たとこありますか？盗難が怖い。なるほど。あと部品が高いので、はいちょっと改造しようってなったらお金が必要なところですかね。なるほど。じゃあいろんな楽しい話があるそうなので早速乗って聞いてみましょう。行ってきます。はい、乗り出しました。はいいいっすね。なんかすごいスムーズな車ですね。そうですね、結構静かだと思いますね。確かにもっと獰猛な凶暴な車かなと思ってたら、はとてもジェントルな乗り心地でい、はいい意味で驚いてます。買ったのが8年前ですよね。い、そうですね、8年前になりますね。で今走行距離が10？ 11万キロですかね。じゃあ買ってから相当乗られた。まあ、年間3000キロぐらいを推移してます。あ、そうなんですか。じゃあ買った時は買った時9万キロでしたね。めっちゃ乗ってらっしゃるのかと思ったらそうでもないそうですね、なんか大切にしすぎちゃって、はいあんま乗れないですね。なるほど。どういう感じで見つけたんですか？その中古車サイトずっと見てて、ある日なんか目に留まったのがこの車で GTR の専門店だったんですけど、はい。ちょっと見に行こうかなって言って見に行ったらそのまんまそのまんま気に入って買ってしまいましでもその見に行ってパッと600万じゃないですか。20はい若干22、3歳で、はビビったりしませんでした？た。いやもう迷いはなく、もうローンが通ったら行こうと思って。おお、はいそれで今8年乗ってらっしゃって、は大切に年間3000キロ。い、そうですね。どういう感じで乗ってるんですか？3000キロっていうのは年間で。やっぱ乗りたい時に乗ったり、ちょっとこの車じゃないと味わえない乗り心地っていうか、はい。まあそういうのがあるので、なるほど。そういうのを味わいたい時とかに乗りますね。どの辺が気に入ってますか？乗り心地は。やっぱこの安心感ですかね。こう見た目の割に結構乗りやすい車なので、なんか峠とか走りにでも楽しいですし、なるほど。高速道路流しても楽しいですし、どこ走ってもこう走るだけでストレス発散になる車です。なるほどね。で普段は足車に乗ってらっしゃって。そうですね。車は子供の時からお好きで。はい、もう物心ついた時から車が好きでしたね。なんかお父様の影響とかそういうのあったんですか？そうですね、父親の影響が多分一番大きいと思うんですけど、父さんよく車のビデオとかを買ってきてくれたので、例えば。ベストモータリングっていうはいはいはい当時流行ったはい。ビデオがあったんですけど、父親がとても好きでよく新しいのが出るたびに買ってきてくれました。その時憧れてた車は何ですか？その時はまだこの34の GTR が出てなかったので、なるほど33の GTR がもう初恋というかほう一番最初に好きになった車でしたね。なるほど。33を買おうと思わなかったんですか？
そうですね、そのしばらく経ってすぐ34が出たので、うん、もう34を初めて見た時に、うん、もう衝撃を受けまして、はい、もうこんなかっこいい車があるんだみたいな、もうそこからもう34一筋ですね。34が出たのは何歳ぐらいですか？多分僕が34歳ぐらいだと思うんですよね。おお、そうなんですね。じゃあそれより以前から見てたってことですか？そうですね、もう気づいたらもう車のビデオばっか見てましたね。ジブリとかディズニーとかじゃなくて？そうですね、車ばっかりでしたね。ゲームとかも？ゲームも車で34ばっか使ってました。そうですか。いやー気持ちいい。これどんなエンジンでしたっけ？2.6 リッターのツインターボですね。2.6 リッターなんですね、はい、3リッターじゃないですね。うわー、はい、このシュイーンとかたまらないですね、はい、めちゃくちゃいい。この車どうやって保管してるんですか？普段はもう家の駐車場でカーカバーで保存してますね、はい、なるほど。カーカバーでじゃあ見えないようにして、はい、普段見えないはずなんですけど、はい、たまたまこの間家にいたらピンポンして、はい、何年かと思って出たらはい、知らない外国人がカバーかぶってる車を売ってくれと、はい、車種も全然わかんないような見た目なのに、売ってくれみたいな話で来て、すごいびっくりしましたね。そんなことがあるんですね。はい、もういくらでも買いますからって言われたんですけど、やっぱ自分の夢の車だったので、なるほど、簡単には手放せないなと思って断っちゃいました。そういうこともあるんですね。すごい、さすが GTR でございます。怖くなっちゃいます。怖くなっちゃいますね、はい、盗難とかも結構気をつけてらっしゃって？そうですね、もう盗難もがっちり保険入れて、はい、いざっていう時に大丈夫なようにはしてますね。なるほどなるほど。趣味ありますか？趣味はカメラが好きで写真撮るのを趣味にしてます。今日もすごいでかいごついカメラを持ってらっしゃって。はい。車写真ですか？そうですね、車の写真がメインになりますね。どんなとこ行きました？例えばやっぱ富士山ですかね。車と何か車と何かを撮りに行きますね。なるほど。初めて乗った時のこと覚えてますか？初めて乗った時はもう、興奮してたのもあるんですけど、はい、意外と乗りやすいなっていうのはあります。おー、なるほど。ただそれまでファミリーカーとか軽自動車しか乗ってなかったんで、スポーツカーっていうのを改めてこう乗った時に、はい、このシートの座面が低すぎて、はいはいはい、足がつりそうになりながら帰ってきました。なるほど。いや僕も今日座った瞬間にこんな深いんだと思って、でもこう今ね横に乗ってこう街を流してると、そうですね、結構見晴らしはいいですよね。ですよね、はい、なんか座った感じよりは全然着座点からの視界が、僕正解そんな高い方じゃないですけどよく見えますね。はい、音もちょうどなんか気持ちいい音ですよね。そうですね、やっぱ音にはこだわって、フロントパイプとかいろいろなものをこだわってつけてますね。なるほど、本当にちょうどいいセッティングなさってる。そうですね、やっぱ職業柄あの車はダメよ、この車は大丈夫よっていう検査員の仕事をしてるので。なるほど、はい、やっぱ白い車に乗らないと法律的に、白い車って色じゃなくてね、はい、ブラックな車はダメってことですね。ブラックな車は僕乗れないので。なるほど、はい、この車どっかいじったところあるんですか？エンジン本体はノーマルなんですけど、はい、自分タービンがちょっと古かったので、新品の純正タービン入れて、はい、コンピューターがニスモなんでちょっとノーマルよりはパワーがあると思います。なるほど。外装はもう自分の好みにニスモのバンパーだったり、はい、この V スペック2っていうグレードのボンネットがちょっと好きなので、はいはい、それに合わせたその車外のボンネットを入れたりして、なるほど、カスタムしてます。内装はもうほぼノーマルですね。ですよね。シートカバーだけこれがニスモンのシートカバー、あ、なるほど、これシートカバーだったんですね、はい、そうかそうか、だからニスモンの文字が、はい、はい、やっぱシンプルな内装が好きなので、なるほどあまり手を加えずに。なるほど。すげえすげえ、結構すごいですね。結構すごいですね。どれぐらいのスペックですか？測ったことはないんですけど、350は出ててほしいなって感じです。出てそうじゃないですか？出てるといいですね。今の感じ今の感じ、ものすごい加速力。コーナリングとかどうなんですか？コーナリングも結構キビキビ走ってくれます、ね。はい、すごい GTR、さすが GTR。そうですね、やっぱ純正タービンのその34のエンジンが一番下のトルクもあるんですよ、はい、3233って結構、はい、なんかエンジンの仕様が違って上が伸びやすい
いとかっていうのがあるんですけど、なるほど。34は特に下のトルクが厚いので、こういう街乗りとか山道攻めるのには結構最適な組み合わせだと思いますね。なるほどね。僕は横で興奮してますけど、とっても涼しい顔で見てくださってるこのドーバーな車は。友達が3号とか乗ってたんで一回乗せてもらったんですけど、やっぱ3号はいい子すぎちゃって、やっぱこのどこでも扱える限界のスペックが34かなと思いますね。なるほど。いやー、すごかったな、加速。今ちょっと下道なんでね、あれですけど、運転どっかで変わります？いいんですか？いいです。やば。じゃあありがとうございます。変わらせて。で、緊張する。めっちゃ緊張。いきます。踏めないですよ、僕怖くて。もう全然踏んでいただいてる。はい。わお、すごい。わ、3速やば。すごいっすね。そうですね、結構下から来るので。いや、びっくりした。うわ、すごい。これは僕はちょっともう恐れ多くて踏めないですが相当すごそうですね、これ。いやー、楽しいわ。今直進だけですけど、これコーナリングも相当4駆だから。そうですね、4駆独特の粘りがあって楽しいんじゃないですか。他の車にはない、なんかこう、なんていうんですかね、結構包まれてるっていうか。なるほど。ボディの剛性が高いので、はい、結構安心してコーナーも入っていけますし。なるほど。コーナリング絶対いいですよね、これね。そうですね、結構気持ちよく走れますね。ねえ、本当だ。わ、すごい。なるほど。すごいクイックなのにめちゃくちゃビタッと吸い付くように。走ってて気持ちいいですよね。走ってて気持ちがいい。本当にその言葉がちょうどいいです。僕めちゃくちゃ発汗してます今。はい。後ろの羽がちょっと上に上がってるのはこの視界からもよくわかるんですけれども、純正のままだと結構見づらいとおっしゃってますけどね。そうですね、もうバックミラーが何のためについてるのかわかんないぐらい。なるほど。はい、視界が悪いので。なるほど。かさ上げして。はい、これは山道とかに行って走るのもいいですね。車重はそんなに重くないんでしたっけ？車重は1560キロですね。軽い。最近にしては結構軽いですよね。3号の GTR が1740キロらしいので、それと比べたら200キロですね。ですよね。相当軽くないですか、それ。やっぱエンジン自体のトルクもあるんで、めちゃくちゃありますね。結構多分初心者でも乗りやすいんじゃないかなと思います。はい、乗ってまいりました。はい。初34に乗らせていただきました。ありがとうございます。ちょっとずついじられてていい感じのセッティングですね。ありがとうございます。はい、それぞれのいろんなセッティングがあるんだなっていうので、僕もとても気持ちのいい車を乗らせていただきました。ありがとうございました。ということでシルビアさん、100点満点中何点でしょうか？70点です。あれ70点？意外と低い。その理由は？まだまだ自分の理想にちょっと遠いかなってところで、ちょっと厳しめにこの点数つけさせていただきました。なるほど。あと30点どうしたらなりますか？ブレーキとか、あと後ろの見た目がちょっと寂しいので、そこをやってると結構点数上がるかなっていう気がします、自分では。なるほど。具体的には後ろのディフューザーをつけて、もうちょっと後ろにボリュームを出させてあげて、後ろから見た時にもかっこいいと思えるような車に作っていきたいと思います。なるほど。フロントは結構ね、書いてありますもんね。後ろもブリッツとして、かっこよく100点にしたいということで、この車乗り続けますか？はい、クラッチが踏めなくなるまで乗りたいと思います。素晴らしい。ということで今回はシルビアさんと日産スカイライン GTR R34 ですねでお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。